皆さんこんにちは。パッチワークハーモニーです。ご視聴ありがとうございます。今回は捨てられない可愛い端切れがどんどん溜まっていくので、少しでも消費したいと思ってトートバッグを作りました。ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。皆さんもお家の端切れでぜひ作ってみてくださいね。ほな、早速始めようか。霧吹きをしてアイロンでシワを伸ばしました。定規の 4.5 センチのところに目印のマスキングテープを貼ってロータリーカッターでカットしましたよ。キルト綿の接着面を上にしてカットした布を置いて縫っていきます。自由に縫っていただいていいのだけれど、一つだけ気にしてほしいのは接着芯よりも1センチぐらいはみ出して布を置くことです。そこが縫い代になります。キルト綿より1センチ残してカットします。私がもう一つ決めたルールは、1枚の中に必ず赤の無地を入れることです。たくさんの色の中に必ず赤を入れると少し統一感が出るかなと期待しました。
い代を約1センチ残してカットします。楽しくてあっという間に24枚完成しました。底部分の12センチ ×10 センチも同じように作ります。この大きさは2枚必要です。アイロンを当ててキルト綿と布を接着させます。隣同士を中表に合わせて待ち針で留めていきます。キルト綿の際を縫います。縫い代を切り揃えます。1段目と2段目で縫い代が交互になるように倒してます。布のつなぎ目をしっかりと合わせて待ち針で留めます。3段目も同じように待ち針で留めてミシンで縫います。もう1枚も同じように作ります。底部分は12センチの方を合わせて縫いつなげます。次は本体と底をつなげます。キルト綿の角から6センチを測って印をつけます。底の角と印を合わせます。
必ず印から印までを縫います。印より外側は縫わないように気をつけました。赤い無地の生地に刺し子風に刺繍をしてみました。刺し子用の糸を持ってないので、刺繍糸3本取りで縫いました。まっすぐに刺すのが意外と難しいです。甘く考えていました。途中から間隔を測って印を書いてから刺繍しました。内布用の布を半分に折って折り目をつけておきます。縦に5センチ、横に6センチのところに印を書きます。半分に折ったままカットします。周りに1センチを測って縫い代の印を書きました。表布の縫い代が適当なので合わせる時に困るので、内布側に印を書いておきます。ポケット布を中表に半分に折って返し口を残して縫い代1センチで縫います。角の三角をカットして返し口からひっくり返します。ひっくり返した時のシワをアイロンで伸ばします。返し口ではない方の上から 0.5 センチにミシンステッチを入れます。内布を半分に折って目印をつけます。
上から9センチを測って印をつけます。ポケットも半分に折って目印をつけて内布と合わせます。端から 0.2 センチのところを縫います。反対側にはファスナー付きのポケットをつけます。また半分に折って真ん中に折り目をつけておきます。上から8センチ下に中心がさっきつけた折り目になるように17センチ ×1.5 センチの四角を描きます。ここに16センチのファスナーをつけます。ポケット用の布にも同じように 1.5 センチ下に17センチ ×1.5 センチの四角を描きます。それを中表に合わせて四角の角と角を待ち針で留めます。四角の印の線をミシンで縫います。四角の中心に線を引いて角は Y の字になるように描きます。印の線をカットします。カットできたらポケットの布を穴から裏に持ってきます。形を整えてアイロンで縫い代を落ち着かせます。ファスナーの下部分だけを際から 0.2 センチのところをミシンで縫います。次は裏返してポケットの上と下の布端を合わせてずれないように待ち針で固定します。縫っていなかった部分をミシンで縫います。
左右の内布をめくってポケットの脇を縫い代1センチで縫います。内布と表布を中表に重ねてバッグの口部分になるところを待ち針で留めます。キルト綿の際をミシンで縫います。表布は表布、内布は内布同士を合わせます。バッグ口部分の縫い代は表側へ倒します。返し口を残して脇を縫います。次は脇を縫います。脇の縫い代を開いて、底の中心と合わせて待ち針を留めます。印の線を縫います。表側も同じようにしますが、まちの角になるところの表布の縫い代に切り込みを入れます。切りすぎないように1ミリ残す感じで切り込みを入れます。切り込みを入れると角の位置がきちんと合わせられるので綺麗な角になりますよ。
表布のまちと内布のまちを合わせます。ミシン線より外側を縫います。返し口からひっくり返します。どこも間違いがなく大丈夫そうなので、裏返してバッグの口部分を整えて待ち針で固定します。上から 0.5 センチのところを一周縫います。次は返し口を閉じます。玉結びが見えないところから針を入れて、この字閉じをしました。今回は縫い付けタイプのスナップボタンをつけました。脇を合わせて真ん中に印をつけます。反対側にも同じようにつけますよ。
1枚のパターンの端と上から6センチに合わせてつけました。他も同じ場所につけます。一筆書きのようにこの順番で縫いました。持ち手部分が全部縫えたら完成です。ご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。次回は手作りキットの予定をしております。それではまた次の動画で。